describe. There's magic in the air, the world has come alive. And when I see you, you make my pulse rise. I never knew that I could be so hypnotized. There's something in your touch, baby. The way your body. おはようございます。2日目の2日目です。佐渡観光です。夜の7時半のフェリーまで、今日も観光したいと思います。ホテルチェックアウトしたので、朝ごはんをまず食べに行きたいと思います。パン屋さんにちょっと行ってから観光に向かいます。はい、いい天気。パン屋さん到着です。こちらのパン屋さんです。お目当てのパン、これシュールトキタンっていう中にクリーム入ってる。買ってきました。トキタンバリシュール1個150円でトキの顔をしたパン。かわいい。トキパンじゃなくてトキタン。トキタン。顔の端っこから行こう。頭からいった美味しい。もちもちパン。今は他のパンも美味しそうで食べたかったけど、またお昼いっぱい食べたいから我慢しました。1個で。今日も海鮮尽くしの予定。やっぱ海鮮が美味しそうな店が多くて楽しみやな。今日は一応予定としては今から佐渡といえば金山へですね。金山行って島の南の方まで行きたいと思います。昨日は北の方に上がっていったんで、今日は逆に南の方に、めっちゃ広い佐渡。めっちゃ都会やもんな普通に。島の真ん中におるとほんまに島感ないよな。ない島感ない。端っこ行ったらなめっちゃ島感あったけど、昨日みたいに全然島感ない、一応佐渡は世界遺産の暫定リストみたいな候補リストみたいな、今2010年から入ってるらしいから、いつなってもおかしくない。もしかしていつか世界遺産になるかもしれん。金山のところがね。ということで、金山に向かいます。今日は天気が綺麗すぎます。めっちゃ綺麗。海山の中へどんどん入っていきます。あれほら割れてる。あ、すごいや割れてる。多分修学旅行でおる。前出てきたんだよ。前な。着きました。寒いです。コースは基本的に2つ、B コースと C コースがあって、 B の東大遊コースはこういう人形が置いてあって当時の採掘の様子とかを再現してるらしいです。この C コースの方は当時の様子を多分そのまま残してるところで、より山の近くまで行けるコースだそうです。私たちはせっかくなので両方行く共通券というのを買いました。楽しみ。まずこの東大遊コースから行く。東大遊コース。涼しい。行きます。もうすでになんか平均気温がな10度前後らしい。もうひんやりしてる。涼しい。外は多分20度超えてるけどな。めっちゃいいな。下っております。寒い。ひんやりしてきてる。涼しいな。すごい。来ました。当時を再現してる。動いてる。動いたで今顔あいつ。お前や。あいつの顔だけ動くという。あいつだけ動いた。こっちは結構動いてるんじゃない。こんな感じで作業してたら結構危なくない。危ない。当時坑道を深く掘っていくともう海面近くまで行って水が出てきたらしい。その水を排水するためにこういう手動で排水ポンプで水を汲み上げて掘ってたんや。この方は山留大工さんです。岩盤は硬いけど柔らかいところもあるから、ああやって補強する係の人だそうです。補強してる。基本的には硬いから落盤の可能性非常に少ないって書いてる。なんかこう掘るだけじゃなくて
校内に新鮮な空気を送るための働いてる人とか、風を送ってます。そういう人もおったんやな。休息所です。休憩してはる。寝たり飯食ったり。こっち見た。早く外に出て酒を飲みてえ。酒飲みたいかった。じゃあ君の女にも会いてえな。女にも会いたかったうわ、でもその人たちに頑張ってる方にお金を置いてる。こういう錠剤っていうか一応意味があって、毎年4月に行われるお職人の方の供養に使われると書いてるわ。早く外に出て至る所にこの辺もじゃあ君の女にも会いてえな。男にお金が入ってる。こっちは労働環境悪めらしい。そうなんや。やばそうやあっちの人はやっぱ技術者やから優遇されてたけど、大変そうやもん。いろいろ見て回ってゴールが見えてきました。縞模様鉱脈やった絵を見つけて、見つけたら前祝いみたいな。鉱脈を見つけて前祝いしてはる。出てきました。すごい外熱。全然違う。わあ面白かったな。うん、出てきました。とりあえずソーダ有効コース終わり。金の鯉。わおお、綺麗。金尽くしです。さあ続いてのコース行こうか。はい。どういう高コース？道友高コースに向かいます。道友高コー地図がある。めっちゃ低い。ス低いな。背高い人当たるわ。やっぱ昔の人ちっちゃいし、あんま余分には掘ってないんやろな。こんな感じでずーっと続いていってる。後の日本近代島になる人材育成にも低い低い大きく貢献したのです。背低いから大丈夫やで。まっすぐ立っても。佐渡鉱山は大丈夫大丈夫。大丈夫そんなんせんで。危ないや当たらんって。 180センチの人当たるからね。当たらんやん。じゃあ返事は。何これ。当時酒飲んでたんかと思ったら全然今寒いからここで。お酒熟成させて有効活用。おすごい。お前や。有効活用。気温が10度ちょっとやから。ここトロッコ走ってたんや。昔はここを運び出しに使ってたってこと？これレールあるで。お前や足元。ここが通ってた。おおすごい。ドンキーコングの世界や。な。広いここ。すごい。トロッコが行き来してる。なレールが分かれてるし。あれはもう現代的な掘り方してるな。もうこれは近年の方法らしいよ。最後の採掘現場って書いてる。平成元年。な平成元年に休山したんや。ここでも取れなくなった金が。取り尽くした。血が見えました。大体。おお。外へ。アジサイが綺麗。おお、ほんまや、アジサイが綺麗だな、咲いてる。熱っ。全然違う。出た瞬間ほんまや、熱い。え、徒歩7分って。道友の割とまで。うんほんまや。涼しいところがいい。道友の割とと、じゃ、道友の割れとやん。道友の割れとっていう。割とって書いてるね、下に。上は割れとになってる。でもこれは割とって書いてる。じゃあ割とや。間違ってる。道友の割と。徒歩7分。暑い。めっちゃ暑い。さっきはこっから出てきました。このトンネルから坑道の山の上の方を目指します。すごーい。見えました。うわ、すごっ。うわ、え、思ってたよりすごい。うわすごい。すごい。え、すごい。遠くから見たらな、あそこがうん。割れてんねんな、山が。なあ。戻ってきました。出勤や退勤時にえ、移動するこ際にれで出勤してたん？人乗せて行ってたんや。へえ。おもろ。おもろい。何それ。キャップランプ。うわおもろ。うわすげえ。人車に乗ってご自由に写真撮影を。乗っていいんや。どれ？人車ってあれあれちゃう外のやつか。おお乗ってみる。
運転手いた。こうやって運転してたんや。この中は機械工場になってます。近代のでっかい機械全部すごいな。さっき近くまで行った銅油の割り戸が遠くから見るとこんな感じ。すごいパカッとなってるね。山が割れてる。おもろいな。めっちゃ割れてる。白いかわいいな。はい、金山終わりました。やばい、70分の所要時間って書いてたけど2時間ぐらいめちゃくちゃゆっくり回ったらめっちゃ満喫してしまった。2時間おったんやけど、ここに。ということで、はい、次の場所に移動します。次行くのは昨日夜ライトアップされてた、はい、北沢冬線香場跡というところですね。できます。行きます。着きました。来ました。北沢冬線香場跡。すごい。なんかもうこの風景でジブリにまた例えられてたけど、ラピュタの世界みたいな感じ。うん。冬線香とは有用な鉱物を選ぶ感じですね。鉱物を仕分けてたって感じね。そう、その時になんか化学物質を入れた水槽の中に入れて浮くか浮かんかみたいな、それで選別してたから冬線香っていうらしい。ここで行われてた。なんで鉱山の閉山とともにここも使われなくなったって感じやね。はい。次の目的地に向かう途中にある海です。すごい目の前が駐車場。沢田海水浴場っていうとこ。うん、なんか写真スポットっぽい。なんか桟橋があんねんな。うん、あるので行ってみま行ってみす。たいと思います。綺麗。綺麗すぎる。綺麗やな海。透き通ってる。海めっちゃ綺麗。見えるもんな、はっきり。うん。あの先にあるのが橋か。あれや。魚影発見。こんな魚の影見えるの動物の森だけやと思う。魚影ちゃん動物の結構でっかかったな。泳いでいった。あそこ下がちょっと毛でぬるっとしてて、さっき歩いてたからそこ滑るから気をつけやって言ってたら滑ってこけて片足海に落ちた。あ、服も後ろお尻ついたからめっちゃ濡れちゃったり。乾かそう。うわ、ドローンの箱もちょっと水ついた。どんくさい嫁。やばい。うわー、かわいそう。ちょっと乾かそうか、嫁がこけるという事件がありましたがめっちゃおもろかった。幸い今日天気良くて風もあるから乾きそう。洗った。トイレで洗った。ちょっと洗ってな、乾きそう。ドローン汚れて。ドローンも危うく水没するとこやった。あれが桟橋か。あの端っこで撮ったら綺麗そう、端っこはこんな感じ。おお、もう綺麗です。透明度高い。さっきの綺麗な桟橋で遊び終わり、はい。お昼ご飯に向かいまはす。あかりがこけた思い出の場所。でもおかげさまですぐ乾いたわ。よかった。皆さん気をつけてください。ぬるぬるした海藻には大の大人が。あんなこける。しかも綺麗にこけたよね。結構バナナの皮でやばかった滑ったみたいなぐらい。トロンって。危ない危ない。海水浴するとこやったな、思わぬとちょころ。っと右足海水浴したけどな。思わず。危ないわ。危ない。そして海鮮丼に向かってます。はい。長浜荘っていうなんかな、美味しそうなところがあって写真が美味しそうやった。向かってます。はい。民宿みたいです。民宿で食べれるランチ。
すごいめっちゃいい。海鮮丼並みにしてみました。すごっ。並でこれやで。やばくない？やばい、めっちゃ美味しそう。これで1400円。めっちゃボリューミー。波で1400円。これめっちゃ種類乗ってんで。すごい。サーモン、甘エビ、牡蠣も乗ってる。ホタテ、イクラ、タコ、なんかわからんやついっぱい。やばみ。ご飯見えへんマジで。うまっ。やばい。やばいな。これは贅沢ランチ。ありがとう佐渡。ありがとう。最後やな。すごっ。やばいな。やばい、めっちゃ入ってる。イクラもネギトロもブリも入ってるし、イカも入ってるし。何種類？10種類以上入ってる。しかも全部美味しい。ご。これはお得です。なあ。うまっ。ご飯たらふく食べました。なんかめっちゃいっぱいになった。な、美味しかった。美味しかった。あれはお得です。高コスパ海鮮丼でした。めっちゃコスパ良かった。続いては、はい。佐渡はなんかたらい船っていう、その名の通りたらいに乗れる船を体験できるところがあって、それに向かってます。はい。佐渡のだいぶ南の方の港の方なんですけど、端っこの方。向かってます。到着。到着。たらい船が乗れるらしいんで駐車場に停めました。なんか3つあんねんな。そう、3カ所ぐらいで乗れるっぽい。ここはなんかでも赤い橋と一緒に撮れるスポットみたいで、はい。ここに来ました。はい。たらい船乗り場。わかりやすい。なんか駐車場まだあったっぽい。でも狭い。そう、道は狭いけど、あったんや。ここやたらい乗り場。駐車場あった。なあ、駐車場ここにあるわ。風強。とりあえずあの建物行ってみる。この交流館の中でたらい船の受付ができるみたいです。1人600円受付して、ここで乗船を待ちます。真ん中があ、ほんま昨日や。の船みたいに投資船ってそういうことない。なあ下見れるんや。見れるんや。すげえ。あの船は前の方の船です。おお、すごい。うまいこと漕いではるわ。乗り込むと揺れますので、はい。捕まりながら向こうまで行って外向きにこの後に腰を下ろしてください。入れます。捕まりながら行ってくださいね。はいはいはい。オッケー。じゃあ背中合わせで、はい。おお揺れる。おおで私が乗るとまた傾きます。はい。おおうわすごい。しました。おお面白い。うわすごい。楽しかったな、たらい船。めっちゃ楽しかった。のんびり。のんびり。ちょっと今日は風が強いみたいやけど。向こうに新潟の本土が。な。Trying to play a game, but you don't play for keeps. Messing with a girl from the east side, yeah. Kinda love you, wanna build your dreams on, yeah. But I already know better. I'm a go-getter, and I got me. I'm good. I'm head over shoes on hardwood. For me, you know I wrote the book. I'm moving along. 観光スポットとしては最後かもしれん。ここが南の端っこっていうんかな、とこにある。うん。沢崎花灯台。綺麗ではある。綺麗な灯台です。景色がすごい。おお綺麗。これ夕日こっちに沈むやろな。なあ、また夕日も綺麗や。ここは絶対。
影もいっぱいしたし戻ります。戻ります。あかりがドローン操縦してる間にめっちゃほっぺた蚊に噛まれてる。かゆい。めっちゃ止まってたもん。しかもめっちゃお腹赤かったし。めっちゃ蚊に噛まれてた。かゆい。じゃあ佐渡市内の方に戻ります。楽しかったぞ。楽しかった。田んぼアートというスポットがあったので、うん立ち寄ってみました。最後こう町の方に戻ってきてなんか田んぼアートやってるらしい。すごい。一応過去のやつはこんな感じでここでやってるっぽくて、ここからやと何かわからんから登るポイント。上から見れるところがあります。結構でかそうやで。おあ、ほんまやほんまや。なんかカメラの方がわかる気がする。見て。あ、ほんまや、カメラの肉眼よりカメラの方が。何あれ、人？野球選手？なんか野球選手なんか帽子やな。誰や？大谷翔平？左はじゃあ。左なんやろな。これ答えあるん？答えない。答えください。あれはなんか鳥が飛んでんかな。なわからへん。何か。これはまだそんな育ってないからさ、いまいちわからん説あるな。真ん中がなんかないもんな。ないよな。もっと伸びてきたらわかるんじゃない？ちょっと考えます。誰か教えてくれ。面白いな。でもこの取り組みちょっと今調べたらね、こんな感じ見て。全然ちゃうやん。野球選手ちゃうやん。野球選手じゃなかった。なんか時とクラス里、もうちょっと7月下旬から8月ぐらいが見どころって書いてた。まだやったんや。これ全然まだやった。野球選手じゃなかった。田植えしてる人やった。であれが時なんやな。と下に植えてる稲をこう乗せてくれてて、例えば黄色とかやったら黄色大黒っていう観賞用の古代米を使ってると。食べへんけど、まあこうやって色が出るようになって変えてるんや。変えて色づくんや。だからちょっと育つ時間とかも違うから今はまだわからんのか。そうや。面白い。面白いな。すごい考えられてます。どうなるんか楽しみやな。毎年やってんねんなこれ。すごいな。プチ観光スポットでした。知る人ぞ知る。最後晩ご飯をはい。食べに行って終わりですか。終わりですかね。見てなかったけど最初の看板にちゃんと出来上がりイメージ書いてました。こうなるそうです。来ました。長三郎さん。寿司屋さんやねんな。ブリカツ丼っていうのを食べれるから、ブリのカツ丼食べようかな。うわ、ほんまや。すごい。そんなんでもいいかも。ほんまやな。一応頼んだのは、ここ一応お寿司が多分メインなんやろうけども、お寿司ちょっといらんかも。ブリカツ丼定食っていうのと、今日のおすすめ。なんか表に書いてたな、フグフライ単品にしてんな、お昼いっぱい食べたから。にしました。はい。でもお刺身も美味しそうやった。お寿司も。きたー。フグフライの単品。美味しそう。見た目は。美味しそう。来ました。これブリカツ丼。なんかちゃんと刺さってる。なんかな。佐渡天然ブリカツ丼。美味しそう。フグフライ。あ、タルタル。タルあるんや。美味しい。うまそう。確かに。めちゃくちゃ美味しい。プリプリ。フライにしてるのに身がめっちゃふっくらしてる。うま。ブリ。なんか一応タレを多分くぐらしてあげてるっぽい。ねこちったご飯。うまい。うまい。結構味がしっかりある。このタレの。美味しそう。あかりも好きだと思うでこれは。食べよう。めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。お店でございます。レンタカー返しました。帰りのフェリーに向かいます。夜7時半のフェリーです。はい。今7時前ぐらい。うん。ちょうどやな。ちょうどです。ああ、満喫したね。満喫した。行きましたー。カリー号にお留守番終わりです。カリー号の。ただいま。ただいま帰ってきました。カリー号。これにて佐渡旅終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
めっちゃ良かったな。めっちゃ良かった佐渡。ほんまに楽しかった。ほんまに行って良かったで行ってす。よかったな、んちょっと高いからどうかなと思ってたけど、全然もうめっちゃ最高やった。一泊しても、まあ、ちょっと回りきられへんぐらいかもな。2泊3日あったら、まあ十分ゆっくり、回れるってぐらい回れそう。癒されたね、自う然に。ん、自然もあるし、うん金山関係の史跡とかもあって、歴史とかもあって、ご飯もな、ご飯も美味しくめってちゃ美味しい海鮮が。どこが良かった？うわー、でも夕日がちょっとそうやな感動したかも。確かに一番感動したのは夕日かな、やっぱ。最初に行ったうん大野亀とかうん二つ亀も良かったし、うんうんでも時も良かったし、時も良かったな、確かに。ちょっと選ばれへんなでも夕日はちょっと確かに夕日が良かっこう感動した。た。やっぱ一泊して夕日も見て、っていうのが一番いいかな。と思う。もし日帰りで行く場合はおすすめしたいのは上の方かな、北の方。私たちやったら大野亀、二つ亀と大野亀っていう自然のスポットがあって、そこが結構良かったよな。よかっためっちゃ。自然好きな人は絶対その二つ亀とか大野亀見てほしい。に行ってほしいですね。まあもう一回行きたいと思えるところでした。 1週間ぐらいおってもいいな。全然おれるなんかスーパーとかも結構そうそう離島やけど都会やもんなめっちゃあって過ごしやすそうやった。昔過去にな沖ノ島、島根島の沖ノ島沖に行って、まあ、同じようにな大自然を見て感動した経験があるんですけど、もうそれに近いほんまに同じぐらいの感動がほんと佐渡にはありました。やっぱ離島ならではの良さがあるね。良さがあった。海と山と自然好きな人にはほんまにぜひ行ってみてほしい。佐渡はほんまにおすすめできるな。そんな感じでめっちゃ語ったけど最後にそんな感じではい、旅を終わりたいと思いまあす。ります。ということで、はい、ご視聴いただきありがとうござありがいました。とうございました。それでは、また次の旅へ。はい、次は北海道に行ってると思います。はい、それではバイバーイ。バイバーイ。